こんにちは。Our Life Japan & China のチンムーと申します。今日は大連の古き街並みを探索する動画。ちょっとマニアックかもしれないけど、ゆっくり見ていってください。昔の日本人の暮らしが垣間見れるかと思いますよ。ここはチンニーワーチャオと呼ばれる場所。今日の目的地はここからバスで少し行ったところなんだ。あそこに見えるのが旧大連三越。バスに乗るために旧三越がある方に渡りたいんだけど、どうやら地下道をくぐっていくしかないみたい。向こうの方には大連駅が見えるね。大連の街もすごく変わったけど、ところどころ昔の面影が残っている。地下道を通って大通りの反対側にやってきた。これからバスで向かうのは昔に遊郭が軒を連ねていた場所。日本統治時代には大阪町と呼ばれていたけど、今は南チャン寺へ。時は1905年、明治38年、日露戦争後、日本が大連旅順を租借することとなった。そして翌1906年、明治39年に大連への自由渡航が許されると、一攫千金を狙って人が集まる。人が集まるところにはさらに金の匂いがしてくるもので、また人が集まってくる。こうして大連にも遊女たちが集まり、遊郭が築かれていった。当初町の中心街にあったものの、国際都市大連にそぐわないとの意見が出たそうだ。そこで1909年、明治42年にこの場所へと移転することになったみたい。
これが移転して間もない頃の遊郭の様子。得てしてこういう娯楽施設はものすごいスピードで発展していくものだ。1920年大正9年頃には遊郭57軒、芸妓約350人、爵婦590人ほどがいたという。そしてその10年後の1930年、昭和5年の資料には遊郭が70軒と記されている。このワンちゃんについて行ってみよう。目的の場所に導いてくれるかも。ちょっと古そうな建物がある場所にたどり着いたね。あ、そうそう。先日ある視聴者さんからここの遊郭の古地図をもらったんだ。現在の地図と重ね合わせてみよう。昔と道自体は変わってなさそうだけど、遊郭時代のすべての建物はすでに取り壊されてしまっているのだろうか。ちなみに900人ほどいる芸妓、爵婦の中に朝鮮人が150人いるとも書かれてある。貸座敷営業正木亭木村正野って書いてあるようだね。この女性たちは正木亭という遊郭に所属していた芸妓たちなんだろうね。ちょっと古地図の中にこの正木亭があるか探してみよう。あった、正木亭。名前がなんか料亭のイメージあるよね。実はこの頃遊郭はどこも料理屋の看板を掲げて営業していたらしい。ちなみに
1930年の資料に芸妓と一泊13円、酌婦6円、酌婦と1時間遊び2円とある。さっき芸妓と一泊13円と言ったけど、感覚的によくわからないよね。1930年、昭和5年頃といったら、大卒初任給が70円ちょっとの時代。これでもちょっとピンときにくいかな。当時の東京大阪間の鉄道での移動費が8円。この方がいいかもね。もうどこにもこの風景のワンピースさえも見ることができないのだろうか。ん？正木亭、さっき見た正木亭だね。写真が撮られたであろう場所に立ってみよう。きっとこの辺のはずだ。なんだか向こうの方に古そうな建物が並んでいそうだ。インミエンジェ、日本語読みだと一面街かな。あら、入れないようになってるわ。きっとここももうすぐ取り壊されるのだろう。もっと早く来るべきだったかな。少し高いところからだったら覗けるかもしれないね。
ダメだこりゃ。ダメ元で一度反対側を見に行ってみよう。入れそうだ。旧大阪町遊郭の中で今でも唯一残っているエリア。ここは比較的朝鮮人が多く集まっていた建物だったみたい。100年以上前に男女がここに集まりだし、遊郭として栄えた場所。男たちはひとときの癒しを求めて夜の光に群がる。金、欲望、渇望が渦巻く世界。ここは歴史的建造物としての保存指定を受けているわけではない。だからもうこれが見れる最後の姿だと思っていいだろう。人々の暮らしがあった場所から人が消え去っている光景は物悲しい。
红汤饼，2个，好3个吧。